ツバメ、あの星とっても明るいわ。あれは一番星だな。一番星？セナは知らないのか。夕暮れ時最初に見える星のことだ。一般的には金星を指す。なんだか難しいわ。でもとっても綺麗ね。そうだな。ねえねえ、背が高いツバメならあの星に届くかも。何を言っているんだバカ者。無理に決まっているだろう。ここは。あらツバメ、おはよう。ここは見ての通り生徒会室よ。まさか私は。ツバメが居眠りなんて珍しい。よっぽど疲れてたのね。あ、ツバメちゃん起きた？なぜ起こしてくれなかった？少しぐらい休ませたかったのよ。最近はツバメも仕事が増えてきて忙しいのでしょ。貴様も他人のことは言えんだろう。まあ夜遅いではないか。レッスンの後に生徒会業務をするとどうしても遅くなってしまうわね。セナ、本当に大丈夫か？少し顔色が悪いように見えるぞ。あら、そうかしら？確かに寝不足ですか？そんなことないわ。眠っているツバメを見ていたら私も少し眠くなってしまったよね。残っている業務は何だ？あとは私が代わりにやっておこう。気にしなくていいわ。生徒会長として当然の義務だもの。それを言うなら私も副会長として会長を支えるのは当然の義務だ。というかお二人とも土日はお休み取れてますか？土日もアイドルの仕事がありますよね。まあまあ、雑誌の撮影とそれに伴うインタビューがある。私は他校のアイドルとの合同ライブと座談会が入っているわね。だったらちゃんと休んでそれに備えないとダメなのでは？しかしな、生徒会の業務もいろいろと重なっているだろう。そう簡単に休めたら苦労はせん。私は大丈夫よ、イナミ。ツバメは疲れているようだから少し休ませたいの。顔色の悪い貴様が何を言っている。休むのは貴様だ。そう心配するな。貴様が休んでいる間の業務は受け持つ。ツバメは聞き分けがないわね。私は大丈夫だと言っているのに。ツバメちゃん、セナ会長？姫崎。二人ともちゃんと休んで。生徒会業務はしばらく禁止です。禁止？何を言っているの、リナミ？会長の言う通りだ。私たちがいないと仕事が回らんだろう。二人がいなくても大丈夫です。私が何とかしますから。しかしアイドルの仕事は生徒会業務とは無関係だ。それを理由に他の役員に仕事を押し付けるのは道理が通らん。ツバメと同意見よ。生徒会長を引き受けた以上その先は果たさなくてはならないわ。ツバメちゃん、会長、大変な時は私たちを頼ってください。
わかったわ。でもちょっとだけよ。何かあったらすぐに言え、姫崎。何かあったらちゃんと頼るから。ゆっくり休んでね、二人とも。暇だ。どうしたの、ツバメ。生徒会業務がしばらく禁止ならレッスンをしようと思ったのだが。アマヤ、何をやっている。お前はレッスン禁止だろう。は？生徒会から指示が出ているぞ。アマヤと獣王は今週レッスン禁止だ。なんだと？姫崎め、私たちがいない隙に生徒会を私物化しているようだな。怒った時のリナミにはかなわないわね。それにしても生徒会業務もレッスンも禁止だとやることがない。そうね、こんなにスケジュールが空くなんていつ以来かしら。どうせならと学園内をのんびりと散歩していたわ。貴様はのんきだな。生徒会が心配ではないのか。今頃花見が机や扉を破壊し、倉本が書類にデタラメを書き、畑谷はサボっているに違いない。さすがにそこまでひどくはないと思うけれど、リナミに任せると決めた以上心配はしないことにしているの。困った時はちゃんと私たちを頼ると言っていたでしょ。そうだな、貴様の言う通りだ。今日はさっさと家に帰って書でもしたためるとしよう。ねえツバメ、暇なんでしょ。よかったら少し付き合ってくれない？どこにだ？時間を潰すならカフェが一番でしょ。時間にゆとりがあるって素晴らしいわね。放課後にカフェで友達と談笑なんてこともできてしまうわ。ここのコーヒーはなかなかうまいな。今度は有村にも勧めてやろう。あら、ツバメはコーヒーが好きなの？それなりにな。普段はあまり飲まないが。そういえばツバメは昔から平気な顔でブラックを飲んでいたわね。そうだったか？ええ、小学生の時私とあなたで勉強会をしたこともあるでしょ。はあ、思い出したぞ。貴様が私も飲みたいと言い出して泣き出した時の話だろ。泣いてないわよ。ちょっと涙目になっただけ。それに今はブラックも飲めるわよ。バカにしないでちょうだい。あの時の顔は見ものだったな、泣き虫せなちゃん。やめなさい。泣いてないと言っているでしょ。そうか、あの頃のお前は泣いてばかりだろう。50メートル走で私に負けた時も、テストの点で私に負けた時も。あれはツバメがいちいち勝ち誇るせいでしょ。知らない土地で迷子になっていた時も泣いていたくせに。私を見つけた時のお前の顔と言ったら、それはもう傑作だったぞ。そういうツバメだってセナちゃんダンスを真似してみんなに自慢していたでしょ。あれはみんながやってみろって言ったから仕方なくだな。
そうなの。獣王セナはすごいんだぞって自慢げに胸を張っていたのに、あの時のツバメの顔は傑作だったわね。いつもクールなツバメがね。ねえ、もうやめにしない？不毛な争いだわ。そうだな、すまない。プライベートで貴様と話すのは久しぶりだからな。確かに久々よね。そうだわ。この後ツバメの家に遊びに行くのはどうかしら。急だな。別に構わんが。久しぶりにあれを見るのも悪くない。ええ、そうね。それじゃお邪魔させてもらうわ。ここに来るのも久しぶりね。適当にかけている。私は茶を入れてくる。あら、グッズが増えているわね。確かロボットアニメだったかしら。余計な分析をするな。確か知るそうオシルコスター。シルベスタだ。それで例のものはここにある。再生するぞ。初星卒業生の合同ライブ。今見ても本当に豪華なメンバーね。ただの録画だというのにやかましい女だ。せっかくなら楽しんでみたいじゃない。ほら、ツバメもペンライト持って。どこから持ってきた？そこのベッドの下よ。私のグッズがたくさんあったわね。隠さなくてもいいのに。勝手に人の部屋をあさるな。懐かしいわ。お前の大好きな先輩方がたくさん参加していたものな。ええ、中にはもう引退してしまった方もいらっしゃるわ。この初星卒業生の合同ライブは当時の私にとってアイドルの理想そのものだった。理想か。そうよ。理想は人によって違うもの。時代は移り変わればもちろんファンが求めるものも変わる。私は私の能力値を最大化させる方向性を選び続ける。それだけよ。その判断は正解だったな。現に貴様はプリマステラだ。完璧で隙がなく王者のように振る舞うアイドル。まさに理想系だろ。ツバメにとってはそうでしょうね。どういう意味だ？ねえツバメ、私のことをどう思っているの？突然何の話だ？私が世間の評価ほど完璧ではないことをツバメはよく知ってるでしょ。それなのにツバメはずっと私の一番のファンでいてくれる。アイドルとしての貴様と普段の貴様のギャップの話か。アイドルであれば多少なりとも裏表はあるものだろう。まあ貴様は極端な部類だと思うがな。それが分かっているのに幻滅しないのはどうして？くだらんな。確かに普段の貴様はポンコツだが、それはアイドルとしての貴様の魅力を否定するものでは決してない。ツ
ツバメは仕事とプライベートをきっちり区分けできるタイプなのね。どうだろうな。理屈ではそう考えていても感情がその通りに動くとは限らん。私は貴様の努力を知っている。どんなに厳しい指導を受けても泣き言を吐かずにレッスンを続け、ステージで光り輝くようになった経緯を最も近くで目にしている。ツバメ、実はよく泣くところも考えなしに行動するところも、致命的にスカウトが下手なところも全て知っている。貴様は皆が思うほど完璧ではない。欠点だらけのただの人間だ。うるさいわね。それがアイドルとしての貴様を見る目に影響しないとは言えん。だが幻滅などするものか。むしろ逆だ。そういう貴様を知っているからこそアイドルとしての貴様を評価している。嬉しいこと言ってくれるじゃない。あら、学園長からだわ。ちょっと出てくるわね。もしもし。やれやれ、世話しない。それにしても最近は過去のライブをゆっくり見る時間もなかったな。この写真はあいつが初めてプリマステラになった時の。こんなところに挟まっていたのか。あれから1年も経ったんだな。本年度のプリマステラは獣王セナ。優勝おめでとうございます、セナ会長。ライブすごかったですね。ありがとう、リナミ。何かありました？リナミには何でもお見通しね。緊張の糸が切れたのか手が震えるのよ。一番星に手が届いた先輩たちはこの重圧の中輝き続けていたのね。これが追われ続ける者の気持ち。これが初星学園星々の頂点の気持ち。いけない、インタビューの時間だわ。心配してくれてありがとう。行ってくるわね。ツバメ、お疲れ様。有村か。悪いが今の私に関わるな。ライブかっこよかったよ。私は全力で挑んだ。今度こそ奴を超えると決意した。これ以上ないパフォーマンスだったと自負している。だが届かなかった。もはや私にできることはない。結果さっき届いてたよ。3年生を上回って君は2位になった。それは誇るべき結果のはずだ。誇るだと。
ふざけるな。こんなものに価値なんてない。価値があるのはプリマステラだけだ。温泉にすら上がれなかった僕が君に何か言う資格はない。でも一つだけ言えることはある。君のステージも本当に素晴らしかったよ。有村、次はセナを超える君の口癖だろ。無理だ。無理に決まっている。もはや奴に勝てるビジョンがない。中央セナというアイドルは今回の HIF で完成した。有村、貴様は見えていないのだ。セナとの間にある隔絶した実力差を。そうなのかもしれないね。でも僕はまだ諦めないよ。あと1年ある。私は貴様のように強くはなれん。ツバメ。その背中を追い続けていた。金色の髪をたなびかせて走り続ける。つまずいても決してうつむかない。その姿にただ憧れた。絶対に超えてやると誓った。やがて彼女は天高く羽ばたき、ひときわ強い輝きを放つ星になった。ねえねえ、背が高いツバメならあの星に届くかも。どれだけ必死に手を伸ばしても一番星には届かない。ツバメ、お待たせ。ちょっと確認の電話があって。どうかしたの？いや、なんでもない。少し昔のことを考えていただけだ。そんなことよりこの後どうする？まだ時間はあるぞ。だったら行きたいところがあるの。もう一箇所遊びに行きましょう。もう付き合ってやるのもやぶさかではないがな。そうと決まったら行くわよ、ツバメ。待てセナ、手を引っ張るな。なぜ展望台なんだ？だって高いところは楽しいでしょ。なるほど。バカと煙は高いところに登るからな。もう私はバカじゃないわ。それよりあっちを見てちょうだい。ほう、初星学園が見えるのか。すごいでしょ。この展望台最近できたのよ。遊びに行くと言いながらわざわざ学校を見に来るとはな。貴様らしいことだ。実は私初星学園が好きなの。知っている。ねえねえ、屋上にいるのミスズじゃないかしら。またサボっているのか、あいつは。グラウンドで走っている子がいるわ。あれは間違いなく琴音よ。遠すぎて見えん。ねえツバメ、行動はこんなに大きいのね。へい、
耳元ではしゃぐな。ごめんなさい。プライベートでツバメと一緒だと昔に戻ったような気分になるのよ。別に構わんぞ。甘えたければ甘えろ。どうせ貴様が頼れる相手など私しかいないのだ。甘えてるわけじゃないわよ。日が暮れてきたな。そろそろ帰るか。もう少し待って。ここから見る星が綺麗なのよ。夜までここにいるつもりか。ダメ？そうは言っていない。ほら、あそこ。うっすらだけど星が見えるわ。あれが一番星でしょ。昔ツバメが教えてくれたのよね。そうだな。貴様はあの星を見て、背が高い私なら手が届きそうだと言った。私は無理に決まっていると返した。そこまでは覚えていないけれど、ツバメらしい返しね。でもほら見て、展望台からなら届きそうじゃない？ほんと貴様は変わらんな。だが私は変わった。あの頃とは違う。ここで改めて誓いを立てよう。貴様を超える。在学中に必ずな。今の私は手強いぞ。覚悟しておけ。この私に届くかしら？誰に物を言っている。私はアマやツバメだぞ。できるに決まっているだろう。それは楽しみね。あなたのことが羨ましい。私にはない。あなたには立派な翼があるわ。あとは自分を信じ、一歩を踏み出すだけよ。